ちは。はい、こんにちは。キャンピングカーのいいとこ、悪いとこまあ結構ありますよ。ね、3ヶ月ほど乗って、結構いいとこ悪いとこ見つけたけど、基本でも全部いいとこだけど、このキャンピングカーのいいとこ悪いとこって言った方がいいかな。そうだね。だって車の中でこんだけできたら、ね、十分なんだけど、その中で不満があるとしたらと、ここがいいなっていうところを今日は発表していきたいと思います。よろしくお願いします。まず一番、このキャンピングカー買って、一番良かったと思う点は、とりあえずそこ見て。はい。充電満タンやろ。満タンですね。なんか買うときは、お店の人もさ、やっぱ、なんていうのあれと一緒だよ。竿でさ、60g まで投げれますって書いてあるけど、100g 投げてるような感じ。低めに言っとかないと、買った時にクレームが入るっていうところで、多分これも、発電機使わないと厳しいって、夏とか厳しいって言ってたけど、多分いらないね。ソーラーだけで十分。でも今、エアコンわかんないな。今からいやでもね、俺一人で一回兵庫県うろうろしたよ。みんな新幹線で帰った時、あの時一日中エアコンつけてたけど 60% ぐらいだった。だから多分前の動画でも言ってるけど、メインスイッチ切った状態でエアコンつけてたけど余裕で持った。これ駐車場止めてるとこのソーラーだけでも充電される。ほぼ満タンになってる。もう次の日とか2日後とか丸一日さ、もう好き勝手使ってさ、好き勝手っていうか、まあガス使ったり電子レンジとかさ、いろいろエアコンも入れて電気もつけっぱなでずっと使って 60% ぐらいしか減らなくて、次の日さあ出発しようって言ったら 100% になってるもんね。だからとりあえず電気関係はソーラーがあれば十分。発電機ね、いらない。もしかしたらいる時が来るかもしれないよ。まあ一日中バーベキューでさ、一日中街灯つけて、一日中エアコンつけてってしてたら、もしかしたらゼロになって使うことがあるけど、もうほぼほぼないと思う、多分。ほぼほぼいらない。もう常につけててもソーラーだけでいけるっていうのが分かったから、だから逆にキャンピングカー今後買おうっていう人はソーラーは絶対つけた方がいいと思う。そうだね。逆に発電機いらない。いらないかもね。後から欲しいなと思ったらつければいい。相当余裕がある人がつけてたらいいのかなって思う。と、あと運転中も充電されるって。そうですね。走ってたら多分充電されてる。多分かーい。なんかされてる気がした。まあソーラーだけで十分っていうことも分かって、まあいいとこまず1がソーラーがすごい良かったってこと。その2、寝れる。当たり前やないか。僕電子レンジめっちゃやっぱいいね。もうね、あったかいものを食べるか冷たいものを食べるかで全然違う。お弁当あとポットね。ポットね。それこそ前回話したように、別にキャンプのために使うんじゃなくて、朝早い釣りの時に前の晩から行っとくっていうパターンあるやん。その前の晩から行っとくってパターン、実は今まで普通の車でもしてきたやん。でも寝心地悪いしさ、ご飯も冷たいご飯しか食ってなかったけど、レンジで温めたり、カップラーメン食べたり、そう、それこそさ、昨日さ、宗君と一緒にホットコーヒーね。ホットコーヒーの寒い時のね。そうそう。もう朝のホットコーヒーは神だよ。朝早く起きて、今から釣りだの前に、まあホットコーヒーをここで3人で飲んで、じゃあ頑張ろうかって言って行ったりとかね。そこも良いところですな。まあそれはキャンピングカーとして当然のところなんだけど。あとね、なんかやっぱいろんなとこ行って、これ普通車よりハンドルが切れるのがものすごくいいんだよ。これさ、車とするじゃないですか。こういきますもんね。そう。多分軽自動車並みに切れるね。そう。だからこうぐるぐる回るじゃないですか。だからでもそのレベルだよね。堤防とか狭いとこで U ターンするときさ、アルファードでじゃあこれ何回も切り返したみたいなところが1回か2回で行けたりするもんね。めちゃめちゃハンドルが切れる。それは車の特性なのかもしれないけど。はい、次。悪いところ。悪いところというか、僕ここで寝る時が多いじゃないですか。で、ここはしごつけないんですよ、基本。で、はしごつけると、ここ、見ます？ここ、ザーンと落ちるんですよ、はしごが。この辺の人が当たって。だからもう、はしごなしで僕、ポンと上がってるんですよ。で、はしごももう家に直した方がいいかもしれないね。で、降りるときちょっと怖いなって。なんかいっぱい喋るとこあった気がするけど、まあタイヤ交換がしにくいだね、バーストしたとき。そうだね。なんか気持ちタイヤが大きかったらなって思う。なんかちっちゃいよね。ちっちゃい。そう、それと、これ、これ一番重要なとこなんだけど、これね、免許がいろいろあって、そう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 。免許ね。一回ね、ちょっとちゃんと調べたんだけど、俺と宗男くんは余裕で乗れて、キムと畑は乗れるのかなっていうのがあって、それはなぜかというと、
免許って年々変わっていってるんだ。変わってますね。一番最初の時代はさ、宗男くん言ってたけどさ、宗男くんのおじいちゃんおばあちゃんの時代ってさ、公民館でちょちょって運転したら、もう大型バイクからはい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 トラックから全ての乗り物乗れてたの。でそんな感じでどんどん厳しくなっていってるんだけど、俺と宗男くん徳ちゃん世代の時は8トン車まで乗れる総重量、へ総重量そうなんだよ8トン車まで乗れる普通免許で、はいはい。平成19年6月までに取得した人は8トンが多分俺宗男くん徳ちゃんまでかな。でこれが総重量 3.4 キロとかなんか3400 3.4 トンぐらいだから、俺らは余裕で乗れる総重量ね。で次平成19年6月2日から平成29年のこの10年間で、キムが多分21年ぐらいに取ってると思う。19年から29年、まあとにかく 2,3 年前2年去年か一昨年ぐらいに変わってるから、その時はまだもう26歳ぐらいやろ。26ですね。僕は18で取りまだから余裕で、だからキム・ハタ世代も余裕なのが、この世代が総重量5トン未満す。なるほど。でこれ 3.4 ぐらいだったから余裕で乗れるの。なるほどなるほど。でその次が平成29年3月12日、今年何年？平成30年30年去年か。去年だね。去年から取ってる人は 3.5 トン未満、それでもギリ乗れる。ちょっとちゃんと調べて、なんかねよくわかんないからさ、車検証には3500なんとかとかだった。まあとにかく平成29年3月12日以降だと 3.5 トン未満だから、ユッキーも実はキムたちと同じ世代なんだ、免許としては。ああそうか。だから多分うちのメンバー全員乗れるの、この。だからこれから買う人はちょっとここまでちゃんと調べてから乗らないといけないね。まあそんな感じで、まあ免許にも気をつけないといけないってとこだね。で多分去年そういう法律が変わってるから、キャンピングカーってさ、去年以前にできたキャンピングカーはさ、そこまで多分考えてないと思うんだ。総重量、免許で普通免許でいける総重量で考えてたら、去年変わったから実は3600あるっていうやつとかもあるかもしれないから、そこまで調べて買った方がいいかなと思います。はい、若い方とかね。若い方ね、いいとこいっぱいあるもんな。悪いところ、モニターがすっげえ眩しい。タオルかけてますけど、タオルで隠してんだよね。モニターなんですよ。あれめっちゃ眩しいんですよ。めっちゃ眩しいよね。夜めっちゃ眩しい。あとそこの缶ホルダー、そのナビの目の前にある缶ホルダー、あれがタイヤがさ、今多分キムの右手の下らへんがタイヤの位置なんだ。てかおけつの下らへんが前輪タイヤの位置だから、タイヤより前にあるからめっちゃ揺れるの。パン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 跳ねる。逆に後輪が多分この辺だから、まあこっち揺れるけど、まあここは運転中何も乗ったりしないから大丈夫だけど、まああそこの缶ホルダーは跳ねるっていうこと。ただまあその分缶ホルダーもいっぱいついてるからいいんだけど、手前にね。そうそう、何も知らないで助手席のね初めて乗った人がピーって置いたらドボンドボンっていっぱいコーヒーが飛び出てくるから、そこかな。あと意外に全然生活するには広いけど、人間が座るスペースや人間寝るスペース、人間寝るスペースしかないから、釣り具とかここら辺ちょっと置いただけで、着替えとかやっぱ置くやん、みんなリュック1個分とかさ、ちっちゃいトランク1個分とかや、ここですぐ埋まってしまう。埋まるね。足の踏み場がなくなっちゃう。だからといって、じゃあ後ろにスペースあるやん、外からこう開けるスペースあるから、そこに入れようとしたら、じゃあ寝るかって言った時にいちいち外に出て鍵を2箇所開けて上げて棒で支えてトランク出して着替え取って入れてってしたらめんどくさいやん。やっぱここに置きたいやん。そうなると寝るスペースばっかりで荷物置くスペースがないかなっていうぐらいだけど、それはまあ贅沢な悩みだね。これ高さがあるからちょっとした木もうちょっと気をつけないとすぐするんですよね。そうそうそう。高さ制限で入れないところもあったりするしね。立中なんかも入れないしね。そう、俺大阪でさ一人でいた時ね、大阪でちょっと泊まんないといけなかったんだけどね、お仕事関係でね。その時に調べたけど、大阪市内でこれが止めれるコインパーキングが1個もなかった。でこれ多分視聴者さんに目撃されてるんだけど、バスの駐車場に止めた。バスの大阪市が運営してるバスの駐車場に行って、めっちゃ手続きめんどくさくて、何時までに来ないといけないとか、受付どこまで行かないといけないとか、めっちゃ手続きして1日止めて12000円かかる。だから駐車場はないよね。まあそもそもホテルに泊まんないからね、この車持ってる人は。お風呂入れなかったからさ、市内だったからね。まあまあそんなこともありつつ、悪いとこばっか出てくんな。でもいいとこはもう当然だからね、キャンピングカーであるがゆえの。この空間が全部いいね。いいから。いや本当にでもね、1300万新車価格、中古で900万したけど全然買ってよかったね。
これよかったね。すぐ戻るよ。これはよかっ今年のた。夏もですね、ね。これで行きまくりながら。あ、一番いいところを僕が発表しようか。なんですか。はい一番いいとこは、はい。もう鶴岡さ、3年間みんなずっと一緒にいるやん。うん。うんずっと一緒の家に住んでるやん。でさ、みんなで居酒屋行ってもさ、みんな居酒屋で携帯いじってさ、はい。で、家の中でも、あんまり、まあ喋るか。まあ深い話はしないやん。うんゲームしようぜとかさ、おつまみ買おうぜとか、なんか作ろうぜとか、まあ普通の日常会話、うんまあ十分なんだろうけど、日常会話程度なんだけど、キャンピングカーに行くと、普段話さないようなこと話さない。あー、それわかるな。寝る前キャンピングカートーク2つありますよね。 2つある。キャンピングカートークは今2個動画上げてるけど、あれはやっぱさ、この距離感でさ、この確かに狭い空間で3人こうやってうん。ね、喋ってさ、だああって遠征行ってさ、あと3、4時間ぐらい寝る時間が、夜8時ぐらいに現地に着くとするやん。はいはい寝れないやん。はいだって言ってすることないやん。はいうんただやっぱ 3人ここに座って喋るやん。喋るやん。ただなんか普段喋んない恋愛の話とかねさ、会話が膨らみますよね。ねうん深い話をするから不思、議と。逆に家族とかで行くと、うん家族で普段言えないことが言えたりとか、あ話せないこと話せたりなんかするんじゃないかな。これは俺いいこと言ったやろ。いいこと言うたわ。でも実際メンバーでそうだもんね。ねうん。だからキムの恋愛事情とか聞いたことすらなかったけどさ、あこれも岩井さんの恋愛事情と聞いたこと言ったこと誰にも言ってなかったけど、キムと話したりとかさ。ただ昨日か一昨日俺宗男くん旗で行った時、はい着いた瞬間寝たね。寝た。話してめっちゃ寝た。結構遅い時間に着いたから、はいはいすぐ寝た。メインスイッチつけなかったもん多分。まあそんな感じかな。まあキャンピングカー3ヶ月ぐらい乗ってみて思った。まあもう今のところ100%満足ですね。ね、もう100点満点だね。あーこれ買ってよかったね。まあそんな感じで、いいとこ悪いとこでした。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。バスケ行こう。バレた。バレてた。エアコンバピッピッとしますね。めっちゃ涼しいエアコン。しい宗男くん、めっちゃ涼しい。それ寒いぐらいあるんじゃないですか。寒いレベルで涼しお、マジで。い。なんでおけつ触った触ったな。よし、じゃあ帰りましょう。ピピー。触ったよ。帰ろう。